土屋先生の UL ハイキング大学 in 大和道講義1バックパックから見る UL ハイキングの歴史後編。ちょっと今お話があった、パランテ結局シンプルなウルトラライトのバックパックって、日本だけじゃなくていろんなところにやっぱり、これはちょっとライトウェイだけどね、ちゃんと言ってると思います。で、似たようなザック、そのフレームがなくてシンプルなザックって、それこそ例えば日本で大和道が生まれたのと同じように、例えばウクライナだったらばライトウェイだったり、あとイタリアでボンファスかみたいなものとかも出てるので、その中でちょっと特徴的なものとして、今話してたパランテ、やっぱりこうトピックスになるブランドって単に綺麗なものを作りました、かっこいいものを作りましただけじゃなくって、その当時のシーンを変えるのってあると思うんだよね。さっき言ったゴーライトだけじゃなくて、そのレイウェイとか、ここはレイジャー銀の方法論、レイウェイウルトラライトっていうものの原型をしっかりと世の中に出したっていうのがやっぱりトピックスだと思います。新しいハイキングスタイルの提案、新しいその旅の提案だよね。だからある意味ビヨンドバックパッキング、バックパッキングの向こう側にあるライトウェイとハイキングのあり方っていう形だったんだと思う。例えばゴッサマーギアなんかは型紙を例えばみんなに公開するだったりもそうだし、ある意味そのフレームを最初に入れたことでロングディスタンスハイカーの今につながる流れっていうものをやっぱ生み出しているブランドだったと思う。で、ハイパーライトとかっていうのはどちらかと言ったらばハイキングだけにとどまらないアイスクライミング用のパックだったりだとか、ポーターってすごくシンプルな、あれはどっちかって言ったらばパックラフティングだったりだとか他のアクティビティにも流用ができる。要はハイキング文脈ではないもっと広いアウトドアアクティビティ全体に対してライトウェイトなギアを提案していくんだっていうのが明確に如実に出ているブランドだと。で、パランテは何かって言ったらば、さっき三田さんが FKT って言ってたけども、すっごく歩く。要は軽量化したから遠く長く歩かなきゃいけないとかだけじゃないんだけども、彼らはとにかくひたすら歩く。で、今ここに持ってきてもらってるジョイで、このバックパックはパランテの創業者のジョン・ジーとアンドリューが創業して、今ジョン・ジーと離れちゃったけども、アンドリューが JMT の FKT をすると、ファステストノーンタイム、あれって基本的には最速記録みたいな感じだけど、厳密なレギュレーションがないので FKT って、要は言葉遊びっていうか、一つのネタみたいって言ったら変だけど、そういうトライアルだとは思うんだけども、その FKT のために作ったザックっていうのが一つ象徴的だと思います。彼らがやったことっていうのは、今までは早く歩くとか長く歩くっていうのは当然そのファストハイクって言葉が日本だと言われたりだとかするから、そういうのって別になかったわけじゃないんだけど、彼らの場合は明確にザックを下ろさずに歩き続けられるものを作るっていうのが明確にこのプロダクトに込められるんだよね。だから彼らのザックの中にはショルダーポケットがついてる。で、一番象徴的なのがボトムのポケットなんだよ。ここに物を入れたらザック置けないやつ。いやいや、置かないからザック。うちのザック置いちゃダメなんだっていうんだと思うんですよね。だって疲れたら、いや疲れないように軽くすればいい。だからむちゃくちゃ実はパランテのザックって尖ってるんですよ。かっこいいザックじゃないんです、これは。だから彼らのザックって基本的にマスは全く向いてません。彼らは彼らが歩きたいためのザックを作って、それ気に入って同じようにやるんだったら買えば、今メーカーがそういうスタンスかどうかってちょっとまた置いといたとして、彼らの筋、そのコアな部分ってのはそこです。だからひたすらザックを置かずにとにかく歩き続ける、ずーっと歩くっていうハイキングスタイルっていうものをプロダクト化しているところが、ここは面白い。正直パランテのザックってパーツを見ると突っ込みどころってあるんですよ。ショルダーハーネスの角度だったりだとか、特にその背面長が短いモデルでもショルダーが長い問題とか、実は背負わせるとあれって違和感を感じる人が少なくないザックです。でもだからダメなのかじゃなくて、このパランテっていうメーカーの一番の強みっていうのは、そのハイキングスタイルをゴリゴリに押し出す。そういう流れっていうのはちゃんとあるように、だからじゃあレイウェイから生まれた流れっていうのは消えてしまうのか、実はそうじゃなくて、時々にやっぱこういうイカれた野郎が出てくるんですよ。日本でもミニ2とかこれイカれてるからねこれめちゃくちゃだからトレンドに背を向けて作ってるよね。でもそうなんですよ、これって3だってそうでしょ。なんでこのザックとこの大きさのザックにウエストベルトがテープなんですか。これパランテと一緒だよね。なぜならこれは UL にした人がテント泊だったりとかに対応するためのザックだからです。
でこれ使って肩が痛くなった。荷物重たいからですね。以上終わり。だけどこれって夏目さんが最初にワンを作った時にイミジクも自分はその時にワンとかよりは、ミニぐらいのこういうサイズのザックを作った方が最初お客さんたちには受け入れられるんじゃないって言ったんだけど、夏目さんは堅くなに「いやワンじゃなきゃダメなんです」って言ったんだよね。やっぱ自分たちがその時に JMT とか含めて自分たちが体験したものとかを最初にフラッグシップとして出すっていうことにめちゃくちゃこだわってたんだよね。だから売れるか売れないかとかマスが受け入れるか受け入れないかってないんだと。多くの人が受けるかじゃなくって自分たちが UL に感じたものとかを形にして出すんだ。確かにそれはフレームも入ってるしウエストもあるけども、それはこういうものを自分の中で消化した上で JMT で必要なものだとかっていうものを考えて出したのが1でした。だからやっぱそこがすごく大事だから、そこでミニもそうだけどこのサイズ出して、これもただポケットのサイズが違うだけじゃないじゃん。ポケットがメッシュがこれかじゃなくってこれがあるとここって二重構造になるからバックパックの押さえが効くんだよね。もちろん肉で締めてでもメッシュだと押さえが効かないから本当にリアルにこの生地の薄さが関わってきちゃう。ここってやっぱすごくこだわりが出てるものだと思うし、これもこれじゃ対応できないサイズの時にどうするんだ。でこの大きさになったらば生地の張りとかコシは必要だからこれを使っています。多分今山道さんでもいろいろ考えてみようと思うんだけどね。とりあえずパランってそんな感じで、ザックの背負い方に行きます。これ背負うとすごく分かりやすいんだよね。これが UL のザックのポジションってみんなの中でももうすでにやってるからあれだと思うけど、めっちゃ上だよね。で基本的にこうなってます。でこれはみんなも言ってると思うんですよ。うちバックパック全体話す時に言ってるんだけど、みんなの中でもこれ背負ってちゃんと肩甲骨のあたりのところに乗せてくださいね。でこれやっぱり緩めてる状態だとこうなるけど、ショルダーさえしっかり絞ればザックってそんなに暴れないよね。もうお客さんにうちも言ってるのは、このポジションが一番人体が物を背負うには一番いいポジションです。でその時話してるのがよくだからおんぶする話だから、腰サポートがいいんですかって言われると、いやいやいやおんぶする時に腰につかまれたら誰も言わないでしょっていうのは必ず言います。必ずこのポジションにやってしっかり捕まってね。さっきのスタビライザーじゃないけど捕まってね。だからこれがこのポジション、これが全ての基本だって思ってください。要は勃起する人もこのポジションだよね。よく勃起の時に荷物の話してる時にもう勃起の画像を出して、ほら勃起さん腰使ってないって話はするのね。じゃあこのポジションが基本なんだけれども、こういうハイパーライト分かりやすいからいくんだけど、ハイパーライトとか最初のマリポサもそうなんだけど、アルミステが搭載されていて、でもスタビライザーがないザック、フレーム入ってなくてもこれもそうだけど、要はステの部分もあるけどもスタビライザーがないけど腰のサポートがあるザックで、この話の時にはよくこのザックも腰で背負えるんですよねって話が出てくるんだけど、このザックも基本のポジションは同じです。なぜならスタビライザーないんで、ショルダーを絞って背中にフィットさせてる状態。その時ってこれポジションウエストなんですよ。これでいいんですって話はお客さんにします。なんでってなるんだけど、これってウルトラライトのバックパック UL 系のバックパックの羊とも絡んでくるけども、要は長距離ハイキングで使うザックじゃない。もともとが純喜さ CDT の時一番長くやる時って1日何マイル歩いた70キロ。70キロね。一番長くなった時ね。そういう時に腰なんて拘束してられないんですよ。要は運動するにあたって骨盤を拘束するっておかしいよね。ハイカーって歩くわけじゃん。股関節使うわけじゃん。なんで骨盤拘束しなきゃいけないのってなるよね。いわゆるグレゴリーだとかああいうザックの場合って拘束はするんだけども、拘束したものが他に影響が及ぼさないように腰回りにいろいろギミックを入れてると思ってもらうといいです。でその結果だから重たくなる。そういうふうに考えてもらうとすごくシンプルにはなると思います。もちろん全部が全部そうじゃないのであれだけども、一個の考え方そう考えてもらうといいと思います。だからこれってやっぱ単純にフライ止めなんだよね。この方が股関節周りは当然動くんで歩きやすいです。だからこの状態っていうのが基本。ただ結局これがついたのってなんでって言ったらば、1日終わると疲れるからって考えるといいんだよね。結局食料が増えたりだとかすると当然ベースウェイトをいくら軽くしたところで荷物の重さは増えるじゃん。でそうなるとやっぱり0デーを割って補給して歩き始めた時って重たいのよ。みんなもなんかこう UL で軽くベースウェイトしたんだけど、出発する前って食料いっぱい入れていくと「いや重てえ」ってあるじゃん。
そういうのが結局何か続いた時だったりだとかすると、腰でのサポートって欲しいなってなった時に、スタビライザーがないザックは自分はポジションを落として使ってくださいって言ってます。でこれがデフォルトではない。要はこのザックのオルタナティブな使い方、もう一個の使い方としてポジションが高い時低い時っていうので使い分けができるんですよと。でそれはザックの構造がシンプルだからこの状態で背負うこともできるし、疲れてきたらば一旦肩の荷重をちょっと上半身の荷重を抜いて使うことができますよ。重たくなっちゃう可能性があるんだったらばそういう2通りの使い方ができますっていう、これは背負い方のザックだと。背面調ってうちお客様によく言ってるのが、アメリカメーカーで、だいたい SML ってあるじゃん。S は基本的に男だと160まで、女性だと165センチぐらいまで。で M サイズが男だと160から180まで。女性はだから165以上って感じで、 L になると180以上かな。でここのバッファーみたいなところはだいたい160から165っていうのがだいたいバッファーになってます。ここが180から185っていうのがその状況によって、基本的に背面調がめちゃくちゃ大事になってくるので、やっぱ腰の部分なんだよね。山道のザックだったらばワンってサイズフィッティングすごくちゃんとしないとダメじゃん。あれは腰でサポートすることを念頭に置いてるから、腰の部分が固定されてしまうと当然ここの長さが気になるじゃん。でもミニとか3とかそれ以外の腰サポートを前提としないザックの場合って1よりもサイズフィッティングがもうちょっと緩やかになるよね。でそれは結局極論を言ってしまうと、こういうふうに肩中心上半身中心にフィットさせてしまえばケツの部分がここから上だろうが下だろうがそんな問題ないよ。下すぎると今度はここのケツに干渉するから歩きづらいって問題は当然出てくるんだけど、ポイントはここ周りにあるので関係ないんだよね。なので、UL のバックパックの場合、背面調がどうかってことよりはむしろ体格の方が問題になってくるって自分は考えてます。そもそもがいろんな人がいるのにサイズ SML で全部やろうとしてるわけだから、そんなに厳密なものじゃないっていうふうに自分は考えてます。むしろなんかサイズの時に大事なのが、あとショルダーの長さ。背面調のことだけをすごくお客さんも気にする方多いよね。多分メールの問い合わせなんかでも背面調はこれぐらいなんですけどどのザックがいいですかってくるじゃん。で俺返してるのが、メールで返すのがショルダーの長さも非常に重要、体の厚みも絡んでくるので差し障りなければ体重も教えてください。だいたい身長と体重が分かるとなんとなく体格が見えてくるんで、そうするとここの中に抑え込むことができる。であとこれ男女で分けてるのは確実に生物学的に女性の方が腰位置が高い、平均的に女性の人が足長いっす。だから女性の場合は165センチでも S ちょえるんだけど、男の人の場合は違うっていう感覚かな。なんとなく僕はこういう感じでだいたいどのメーカーさんも分けてます。で特にあと背面調はメーカーによって測り方違う。だから山道の場合ってホームページにうちの背面調設定はここですって書いてるじゃん。でもあれを明示してないメーカーさんもいっぱいあるんでよくわからないんですよ。ただ発信するってなった時にメーカーとしたらばやっぱ多くの人が見に来るわけだから、うちの背面調はこういう形でこういう風に分けてますってのは書いとかないとわからない。洋服なんかでもだからさ、着丈、身幅、袖丈や雪丈みたいなの書いて載せてるけども、それだけじゃないじゃんみたいな。俺実は S 着たいんすよね、ぴったりとみたいな。俺 M がいいっすとかあるのと一緒なので、ザックもそういう部分もあるかなとは思います。サイズで迷った時には僕は例えばここの中間地点の迷って店でやってる時とかに自分がいいフィーリングの方選んでくださいとは言うんだけど、いやどっちもあんま変わんないっすって言ったら下の方進めます。要はでかいザックよりはちょっとちっちゃいザックの方が、特にウルトラライトでやろうと思った時には背中に完全に密着させることができるんで。やっぱ昔あったのが、OMM のクラシックシリーズ、クラシック32と25か、当時は女性で、そのトランスジャパンに出るっていう人が来た時に話した時にクラシック32が全然合わないと。それはショルダーも長いからその人が背負うとやっぱ背中がボコンと浮いちゃうんだよね。でクラシックだから25、結局はその人最後買ってったんだけど、パッキングも一緒に考えて。クラシックシリーズは僕の中では容量の差ではなくて、あれは25が S サイズ、32が M サイズって考えるとあれはすごく分かりやすいのかな。背面だけじゃなくてショルダーの長さもあれは異なってるからって考えるといいかなと思います。だからスタビライザーがついてるザック、結局これってこれ L なんだ。
本当はだからこれとこれって同じサイズだったらば同じ商品なんだけどショルダーの出口の位置が違うよねが分かりやすいんだけど、これ L だったんでまあそれはでかいの当たり前かってなるんだけど、まあ分かりやすく言っちゃえばこういう差です。スタビライザーがないパターン、まあこれあるけども仮にないとしたらスタビライザーがないパターンとあるパターンはだからこんだけ実はショルダーの出口違うんですよっていうのが分かる。だからもうこれって今までのマリポサとかはハイパーライトとかと同じような背負い方を多分前提にしてるって考えた方がいいんですね。マリポサはこれついてるけど同じような背面構造のゴリラはついてないんで、基本的にはハイパーライトと同じ CDT とかと同じでショルダー絞るところがデフォルトポジションで状況によって腰に落とせます。ただ今年のモデルからは基本的にはこのスタビライザーがついたモデルとかのデフォルトポジションっていうのはもう腰に移ってるって考えるといいと思います。もう普通のザックです。フレーム入ってます。だからもうこれはこういうポジションでここを消費。これ荷物そんな重たくないけどスタビライザーを引いた瞬間スッてやっぱここに移ります。それは体感しとくといいと思います。ただこの手のザックは多分山道の店頭で接着することはないと思うんだけど、自分はだからこのスタビライザーが昔はある方がいいと思ったんだけどウルトラライトだったらばなくてもいいやと思ってるし、実際にそのスタビライザーがないザックの利点って実はあるんだよね。それはユーザーさんの使い方にも実は関わってくるんだけど、このスタビライザーってザックを下ろすたんびに開放しないといけないんです。これをしないとスタビライザーの効果は出ないんですね。でもそれができてる人が実は少ない。山で見ててもこれをまあ腰合わせでしょってこれ引いてちょうどいいやってやるじゃない。で次休憩だーっつって下ろすじゃん。このまんまこれ結局スタビライザーを結構引いちゃってる場合ってこうなっちゃうんだよね。でここまで引っちゃってる人は実は多いので、今度この状態で今度これをしょおうとするとここ浮くんだよね。浮いたままでなんか違うなと思いながら使ってる人は実はいっぱいいる。専門店では絶対にこの売る時に毎回スタビライザーは開放してくださいねって言ってるはずなんです。山の専門店では。でも忘れちゃうんです。やっぱ手順が多いと忘れちゃう。多分これは専門店さんで働いた人だったらみんななんか経験あると思うんだけど、ストラップがいっぱい多いと分かりづらい操作がっていう声は絶対出るんですよ。ザックのスタビライザーストラップこれ引いてこれ引いてこの順番で引くとすごくフィットするよね。店頭でやるとすごいってなるんですよ。でも帰ると忘れちゃうんです。あれどういう手順だったっけ、どういう順番だったっけ、そのうちストラップを引くのが分かんなくなるんです。結局そのまんまっていうのはどうしても出るんだよね。本当はなんか忘れた時にお店に「すいません忘れちゃいました」って気軽に聞きに来れるような関係が作れればいいんだけど、やっぱりお客さん自身もさなかなかお店にそういうの聞きに行くの恥ずかしかったりとかするのもあると思うんだよね。だから複雑な構造のものってやっぱり使いこなせなくなる可能性があるって考えると、ショルダー引くだけでいいですよって、ここを引けばいいんです、ちゃんと引いてくださいは実はすごく別の意味でユーザーに対してめちゃくちゃ優しいザックって僕は言えると思います。手順が少ない。で多分これは夏目さんとさっきも話した時に大和道のザックは手順が少ない、手数が少ないっていうことが実は大事なんだっていうのはさっきおっしゃってたんですね。UL ザックの一個の大事なところとして手数が少ないっていうのは実はすごく重要なことかもしれない。本当に疲れてる時とかにハイカーがユーザーがワンアクションで全てを解決できるっていうのはめちゃくちゃ大事なんではなかろうかと。だからさっき一番最初にね、トレンドはこうなってますと、いわゆる一般的なバックパックの方にちょっと寄り戻しが来てますと。さっき UL は死なないっていう言い方をしたけども、でもそれってやっぱり UL のバックパックの良さっていうのだからそれで消されるわけではないんだよね。複雑になるっていうことは故障する箇所も増えるってことなんです。リペアが簡単っていうのも UL のいいところじゃない。だから逆に言うと今改めてこういう全体像を把握していくとシンプルなウルトラライトバックパックの良さっていうものもちゃんと浮き彫りになってくる。で UL のバックパックとかウルトラライトハイキングは僕らは伝えていこうと思うけども、そう簡単にマスになったら面白くないんですよ。カウンターだから面白いって部分はあるんで、もっともっとだからその面白さっていうのは伝えるべきだと思うし、でその中で今の背負い方全体もそうなんだけども、今の全体像が分かった上でだとより自分たちの強みだったりだとかおすすめするべきところっていうのは分かるのかなと思います。ザックソって肩が痛いっていう人いるじゃないですか。
多分山道の店頭に行った時なんかでもミニだとかそういうの見た時にその上半身で合わせていきますって説明をしてた時にでもザック肩が痛いんですよね大丈夫かなみたいなのなるじゃないですか。うち大体その時に話するのっていうのが腰荷重のザックを背負ってるんだけど肩痛いですっていう人っているからUL のザックすごく心配なんですって言うんだけど話を聞いてたりだとかしてて肩が痛くなる原因腰荷重のザックでもここって極端に浮かせちゃってる人こうやって歩いてるたんびにここ動くのよ。だからずっと長時間にわたってこれ一日やってるの。おみこし担ぐ時女性の人って浮いちゃうじゃんどうしても。ここに下駄履かせますよね。あれ浮いてるとめっちゃ痛いんです。鼻棒担いでてこれやってる時空いてるとそのたんびにが全部ずっとどんどん当たるんで当たらないように要はここ密着させるんですね。密着させると痛くないんです。だからこれが浮いてるって状態はザックの重さなんだけど同じようなことが起きてる可能性はあるんですよと。この手のザックで密着させてあげるっていうのは変にブレないからいいんですよ。それこそさっき言ったみたいにこうやって動いてもそんなに変な振動は起きない。であとチェストストラップさっきのパターンだとここ固定でここを緩めてフィットしてないことは自覚しているのでそういう人たちはここを緩めてるんだけどここ絞るんですよ。これが入るんです。フィットしてないんです。今まで面で当たってたのにこれが浮いてこれグリ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 って内側入れるから鎖骨のところと僧帽筋のところここグリ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 ってやってる状態になってることが多いです。あと辛くなってきてこの状態でだとこうなるんだよね。肩が迎えに行っちゃってる巻き肩の人ってこうなっちゃってるんで余計背中でバックパックが安定しなくなるし肩最初に迎えに行っちゃってるんでそれは食い込むよねみたいなことが実は起きてる。そういうのだから肩が痛くなるのってこういう原因もあるんじゃないですか。ザックの背負い方だったりだとか姿勢とかもあるので思い当たるところないですかって話をしてった上でザックを背負う時ってショルダーをきちんと絞って肩甲骨乗せるだけじゃなくってなるべく肩をリラックスさせた後に引いてくれって胸を極端に張ろうと思わなくてもいいからちょっと引いてくれってこれ肩引くと骨盤立って自然に立てるので要はこうならないでこの状態できちんと楽に背負える重さにとどめてもらえるといいですよってこれでずっと無理なく歩ける重量っていうのがあなたにとって一番理想的な重さなんです。それをもっと重たく背負おうと思ったらばザックの方で頼るんじゃなくってちょっとトレーニングをしていこうっていう話をして言うようにしてます。トレーニングって言い方するとあれなんだけどでもウルトラライトって基本的には最後自分じゃん頼れてるので道具に頼るんじゃなくてシンプルな道具を使いこなす自分でいたいわけじゃないですか。タープを張る技術とかその生活を道具に頼るというよりはそれを使いこなしていくそこのところに重きを置いているのであれば最後に大事なのって自分の力だよね。ハイカー力人間力その背負う力だったりだとか歩く力もそうだけどそういう部分っていうのもちょっとトレーニングしてこうねっていうのを上から目線とかダメだよ鍛えなきゃとかじゃなくって自分たちがなんで UL に魅力を感じてるのかそのお客様もっていうのをほぐしながらその人が自分の力を上げていくお手伝いなんかをできるのがやっぱり UL のいいところでもあるんじゃないのかなって思います。道具で解決するんじゃなくってっていうところに持っていければまだまだやっぱり伝えられることはいっぱいあるんじゃないのかなというところでうちの1も3もここね、これと従来の昔のとやっぱちょっと合いの子なんですよ。で3はそのまたさらに微妙に違っていてつけてる理由がここのヒップベルトがちゃんとここにこう腰に来るようなまずこれがちゃんとここに引くと当たり前なんだけどこっちこう引くからこっちこういっちゃうんだよね。いってでこれは柔らかい生地だと引いてもダメなんですよ。さっき土屋さん言われたように X パックの合成感があるからあとパッドこれパッドも厚手のやつ入れてるでしょ。あれがミニマリスパッドだとぐちゃぐちゃなんですよ中で。パッドの厚みと合成感と X パックとものもあるから今度ここで引っ張るとちゃんとこれがこっちに戻ってくるんですよ。でちょっと高くなってるね。でヒップベルトも簡易的だけどちゃんとここ 30% ぐらい乗るように設計になっているので、ある程度腰にもいきつつ動きやすくて重たいけど走れるみたいなですそういう同じような目線で他のメーカーさんのバックパックとかたまに背負ってもらうといいかなと。ちょっと時間長くなりましたけどすいませんありがとうございました。これはね荷物入れて
ここも両方絞ってあげる。これは全部絞った状態が一番正しい。これはもちろんここをリリースしても背負えるんだけども、ジョイに関してはこの2本でしっかりとこれを内側に絞ったある程度絞ってあげた方がフィットします。楽になる。これは荷物入れて背負うとめっちゃわかります。だからベストパックとかはここを絞るのが結構前提のものが多い。あとこれハーネスが 3D メッシュのみで柔らかいっていうのもあると思います。だからこれが硬いザックだと浮いちゃう。これの後ポイントはここ2本引きなのでここを絞るとチェススターナムを引いた状態でもここを引っ張ってるんで強引にこれが浮くのを防いでるんだよね。こっから出てるんじゃないから。だからジョイは両方引いてあげるのが正しい。ただ一般的なこのボトムからこうに出てるザックの場合はここを引いてもさこれがこっち側に引かれるってことはないからここを引きすぎると浮いちゃいますよ。引かなくていいんじゃなくって引きすぎちゃう人、それも特に腰荷重のザックで緩い状態で引きすぎちゃうと完全に浮くんでそこは注意をしてあげてくれるといいと思います。例えばここ引きすぎちゃうと胸郭狭まくこうなるんだよねやっぱり。そうすると呼吸も浅くなるし肩も入っちゃうし背中も丸まるんで呼吸が薄くなるしここの姿勢がこうなると骨盤が変に寝るんで足上げがしにくくなるんだよね。骨盤が立ってるとここの骨盤の可動域っていうか股関節の可動域が大きく取れるんで足も上げやすくなる。だから結構上半身の姿勢っていうのは結構大事かなって自分は思ってます。進め方としては僕がよく言うのはここが締めすぎると浮き始める。そう、それでいいです。だからその点そう中にはここを絞っても浮かないようになってるのがあるんで、ここを締めた時にここが浮かないかどうか浮いてないかどうかだけは必ずチェックしてくださいっていうのを山道だったらば店頭で言ってあげればいいと思うし、仮に今山道でザック買わなくってもウェア買ってきた人でザックの相談を受けた時には肩の痛みとかの話の時にはここ浮いてないかどうかだけちょっとセルフチェックしてくださいねっていうだけですごくいいかなと思います。ここの締め方も浮かないギリギリぐらいよみたいな。そうっすね。緩くてもダメだし、ここがぴったりなってるぐらいに。だから自分なんかは肩周りとか胸囲がでかいと欧米人もそうだろうけどここ絞っちゃいさえすれば別にスターナムいらないんだよね自分も。なんだけどやっぱ体が薄い人だとこれだけだと安定しないからこれってやっぱり必要になってくると。なで方とか女性の方肩のとか形、体の形もあり、肩にかかってる方とかがいて、そういう方は本当にちょっと締めた方がそうだね。だから角度も長さもさ、幅も全部みんな違うわけだからさ。でだからそうなると山道のザックのいいところってここだと思ってます。バッファーがあるんでここで調整が効くんだよね。だからこれもレイウェイとかゴーライトのザックの時になんでこうなんだろうとこれもバッファー効くなと思ったんで、これがあるとだからその対応がしやすくなる部分だと思います。だからバンブのやつとかでもここだからバッファー作ってるのはそういう、これもバッファーがちゃんとできるように。とはいえこういうもんってファストパッキングのバックパックとかずっとこうだったじゃんっていうのがあって、何が違うのって思ったりするんですけど、同じだと思ってもらっていいと思います。歩く方面からそっちに近づいたのがだからトレランザックとも同じっていうか基本的にまあねベルトがあってトレランベースで出てきたザックって基本的に例えばトレイルランニングで FKT をやる人たちだとすると例えばフルサポートっていうのもあるじゃない。食料とかテントとかは全部サポートメンバーが持っていてその日の終了地点に着いたらばサポートが全部テントも立てて食事も作って待っていてエイドみたいな状態だよね。本人はひたすら走ることに集中するっていう形でやる場合だとすると背負う荷物は少なかったりとかするじゃない。でアドベンチャーレースだったりそういったレース系の場合なんかでもやっぱそこを極端にワンデーの場合でもマルチゲーでも1泊2日とかでもそこをすごく極端に軽くできれば今夏目さんが言ったように最大荷重ってやっぱかなり軽くなるじゃない。そうすると生地も薄くできる。であと俺あれは F1 と同じかなとも思ってるんだよね。要は F1 って乗り心地良くないじゃん、レース用だから。でレース用の車でシート乗り心地悪いですって言われても多分誰も何も聞かないと思うんだよね。これレース用だから。で多分話が終わっちゃうと思うんだよね。
結構トレランだったりだとかそのレース用で作られてるザックってショルダーもペラペラ生地もペラペラっていうのはひたすら軽量化をさせるためだったりもするだろうし、背負う人間の多分体力的な部分に担保してる部分っていうのもめちゃくちゃ多いとは思う。ここら辺のザックでもし何か違いがあるとすると、まあ今言った生地の厚みとかっていうのはある程度そのセルフで全部やるって考えた時にもうちょっと生地厚が欲しいみたいなのかなとも思います。実際自分 JMT の時の G-PAX の Z1 とかってその160全部シルナイロンオールシルナイロンのやつで行った時とかは振られまくるからね。もう抑えが全く効かないから。コンプレッションもついてなかった。ない、何もない。トップのこれすらついてないから。金卓絞って終わり。もうそういうゴミ袋にゴミ袋にショルダーがついてるだけ。それで俺ベアキャンに入れて歩いてたから。であと実際にそのロングトレイルを行った時もエマおばあちゃんスタイルやってみようと思ったからジャッキーに作ってもらったんだよ。だからその背負うんだけどただのシルナイロンの袋にショルダー作ったやつで途中で一回これやったんだよね。無理。あれは農家のおばあちゃんだからできたの。そもそも背負い慣れてる。あれは背負い慣れてないとできない。いけるんちゃうと思ったんだけど、ダメだったね。普段こんなことやってるしもうバランス悪いもんってこの状態で歩く。途中だからもうしょうがないからもうこうやったりだとかして。これが理にかなってます。そうそう。レイジャーディンあれですよね。鳥取来た時本当に片っぽずつでしょって。あれマジなんだ。マジだみたいな。片っぽずつでしょみたいな。そんな重くないからこっち疲れたらこっち使って。疲れたらこっち使ってみたいなの背中蒸れない蒸れないとか言ってて本当にやってんじゃんみたいなずっと片っぽじゃんみたいな時間ですかね。すいませんこちらこそごちそうさまでした。